ちは、りさです。今回はオホーラを付け替えながらオホーラ VIP 会員の私が教える爪や指が綺麗に見えるデザインっていうのと、研究の中でいろいろ編み出してきたオホーラと組み合わせて使うと最強のアイテムっていうのを紹介していこうと思います。まずは爪や指が綺麗に見えるデザインなんですけど、こちらですね、先週つけたものになるんですが、これはオホーラの N グローブラッシュっていうデザインのものになってます。これ結構前に発売されていて、私もちょっと気になってたんですけど、その時買わなくって、そしたらずっと品切れしてたんですね。で、再入荷通知をダメ元でオンにしてたら、ついこの間再入荷しましたっていうのが入ったので即購入しました。デザインとしてはちょっとくすんだ紫っぽいピンクっていう感じの色のチークネイルになっていて、周りはクリアのベースになってます。で、先端にちょっとラメが入ってて、見えますかね、こんな感じでマグネットっぽい光が先端に入っていて、今流行りのチークフレンチネイルみたいな感じのデザインになっています。実際の色味の方も見ていきましょう。なんか開けるともう使っちゃってるんですけど、こんな感じの白ベースだとこんな感じの色になっていて、ほんのり地染めが透けるような感じですね。この根元のところ見ていただくとわかると思うんですけど、チークの色の中心は結構下の方にあって、爪がまあまあ短い方でもチークのぽわっと色づいてるところが爪の中心あたりに来るような設計になってます。オホーラってこういう風にちょっと短めの人も対応してる感じで、模様とか柄が下目に入ってること多いですよね。これね、本当に貼った時めちゃくちゃ感動しました。こういうチークネイルって意外とやるの難しくって、ジェルをこういう風にぼわっと均等にぼかすのって難しいと思うんですよ。で、最近はアイシャドウみたいなネイル用のパレットが出ていて、そういうものでチークネイルが簡単にできるようになったっていうものの、なかなか自分の爪に左右均等にこんな風にやるのって結構難しいのかなと思っていて、こんな風に簡単にできるんだったらめちゃくちゃいいなという風に思います。私ゴリゴリのイエベでかなりのイエベなんですけど、このイエベの私でもそんなに違和感なく肌なじみがいい感じの色になってます。ほんのりくすんでてちょっと紫っぽい色味も入ってる感じがするので、パーソナルカラーが何であってもあんまり関係なく使えるものかなというふうに思っています。これはかなりおすすめなので、今はちょっと在庫あるかわかんないんですけど、もしあったら気になる方は買っていただけたらいいんじゃないかなと思います。季節感もあんまりね関係なく使えますし、これだったら全然オフィスとかちょっとかっちりした服とかにも合うなと思うので、すごくおすすめのデザインになります。2点目がミルクローズというアイテムになっています。パッケージすごく可愛いですよね。ちょっと薄いピンクと濃いめのピンクでグラデーションになってるデザインになります。今日はね、先週つけたこのオホーラからこっちに張り替えの作業をしようと思うので、一緒に開けてみていこうと思います。では早速中確認していきましょう。意外とパッケージよりも結構黄色みオレンジっぽいピンクかもしれないですね。ではちょっと一旦このオホーラをしまって、まずは先週貼ったオホーラを剥がしていこうと思います。はい、ではオフの時は私はいつもこういう風にティッシュとかキッチンペーパーを敷いてオホーラの出してるアイテムになるんですけど、先端が結構丸めになっているプッシャーみたいなもので、反対側はオホーラを貼るときにこれでこうやって密着させるといいですよっていうケアツールがあるんですけど、こちらを使っていこうと思います。もちろんない方はメタルプッシャーとかウッドスティックとかでも間に入れれるタイプであれば何でも大丈夫かなと思います。このオホーラのプロイージーピールリムーバーっていうアイテムもあって、私も結構愛用して使ってたんですけど、最近はですね、後で説明しますが、この、シャイニージェルミオの剥がせるベースジェルっていうのを先に下に仕込んで、その上からオホーラを貼るようにしているので、こういったリムーバーがなくても乾いたままで剥がすことが多いです。なので今日もこの乾いたまま剥がしていこうと思います。オホーラのケアツールのいいところは、先っぽが薄いんですけど、ちょっと丸みというかがあるように作られていて、地爪に当たったとしてもそこまで
傷つけてしまったりとか剥がれてしまったりとかっていうことがないように設計されてるのですごくいいなと思います。わざわざ買わなくてもとは思ってたんですけど、やっぱね使ってみるとすごく良かったです。こんな風に隙間にさっと入れて、あとはペロンと持ち上げるだけで剥がれます。ちょっとベースジェル残っちゃってるんですけど、これは後で剥がしていこうと思います。他の指も同じように甲羅と地爪の隙間にプッシャーを入れて取り除いていきます。結構今ペロンって簡単に剥がれてると思うんですけど、これは実はちょっと別の仕込みもしてあって、ジェルネイルをする時ってヤスリで爪の表面を磨いてちょっと傷をつけるんですね。細かく浅い傷なんですけど、それをつけることによってベースジェルと地爪の密着を強くするっていう仕組みがあるんですけど、それとは逆で私はこんな風に週に1回のペース、すごく速いペースでネイルを変えているので、爪の表面をツヤツヤに磨いてるんですよ。磨いてるとキュッキュッキュッってなるようなツヤツヤになるタイプの爪磨きを使って爪の表面をツヤツヤにしてます。そうすることによってわざとベースジェルですね、この剥がせるベースジェルが剥がしやすいような土台を作っているので、より簡単にこういう風にペローンって剥がすことができてます。それで別に日常生活してて剥がれちゃって困ったってことってあんまりなくって、こういったオホーラを貼ってるとか長さ出ししてない分にはなんですけど、なのでかなりこのやり方は個人的にはおすすめです。はい、こちらでオホーラを10本とも剥がすことができました。この表面に残ったベースジェルを、取っていこうと思います。このジェルクレンザーを使って爪表面を拭き取りながら取っていこうと思います。このジェルクレンザーもね、この D アップのものがドラッグストアによく置いてあるので、欲しいよって方は見ていただけるといいかなと思うんですけど、別に売ってないよとか家にないよっていう方はね、消毒用エタノール、普通にこれもドラッグストアで売ってるすごく安いものなんですけど、こういうのとかでも大丈夫です。このねジェルクレンザーの主成分もエタノールのはずなんですよね。あ、やっぱそうですね。このジェルクレンザーの主成分もエタノールと水なので、わざわざ買わなくてもエタノール家にあるよって方はそれを使っていただければと思います。でね、ないけど買った方がいいのっていう方も結構いると思うんですよ。でそういう方にはね、ぜひ揃えることをお勧めしてますね。私もね、学生の時とか全然お金なくってネイル興味があったんですけど、なくてもいいものは最初はいいやと思って結構少ない材料でなんとかやりくりをしてたんですね。で社会人になってある程度お金とかに余裕が出てきてまたネイルを始めたんですけど、その時にね、専用の道具とか、あったらいいなっていうものを買うっていうことをやって、やっぱね、ある方が仕上がりもすごく綺麗になるし、時短にもなるし、爪を整えるとかアートをするっていうところ以外に神経を使わなくていいっていうことが増えたんですよね。もし余裕があるよっていう方は購入いただくといいんじゃないかなと思います。こういう風にね、くるくるって拭いてあげるだけで簡単に取ることができるので、他の爪もどんどん取っていこうと思います。私はこの2024年の12月ですね、去年の12月でネイルの YouTube 始めてちょうど1年が経ったんですけど、この1年を通してピールオフジェルいろいろ使ってきたんですよ。最初私は韓国の方のネイル動画を見て、それに憧れてちょっと YouTube 始めてみたっていうのがあるんですけど、韓国のネイル系の YouTuber さんたちの間で流行っていたのがジェロジェロっていう韓国ブランドのワンキルリムーバーっていうものなんですけど、ベースジェルとあと専用のリムーバーとウッドスティックがセットで売ってるものがあって、本当によく見かけたのでそれをまず使ってみてました。結構ね、確かに良かったんですよ。ベースを塗って硬化して、その上から普通のアートをして、で剥がしたくなったら専用のリムーバーをちょっと垂らして、その隙間をちょこっと作ってあげて、で3分から5分ぐらい待ってると本当にスルンって
落ちてくれてっていう感じの商品だったんですけど、その代わりにねやっぱ長さ出しをすると取れやすかったですね。私の場合はよく使う人差し指とか、あと中指からポロポロって週の途中ぐらいで剥がれちゃうことがあって、でもちろん爪の使い方とか生活のスタイルとかにもよるのかなとは思うんですけど、結構ね剥がれやすいなって思うことはありました。あとはリムーバーがどうしてもないと、さっきみたいに乾いた状態で剥がすっていうのは結構危険なんですよね。爪の表面の一層目を持ってかれたりとか、ちょっと段差があったりするとそこから亀裂が入っちゃったりとかっていうのは全然あると思うので、すごくいい商品ではあるんですけど、もっとねいい商品に出会ったので今はそっちを使ってるっていうような感じです。他に試したところでいくと、ネイル工房さんのペロリンっていうジェルですね。あれも結構日本のネイル系の YouTuber さんとか TikToker さんのたちが使ってらしたかなと思うんですけど、ペロリンっていくつか種類があって、私はペロリンスーパーかな、黄色いやつを持ってます。あれも結構よくって、普通のベースジェルみたいにガチガチに固まって剥がれる時にパキッっていう感じじゃないんですよ。結構グミみたいな感じ、硬化してもグミみたいな感じで、ちょっとクッション性というか柔らかさがあって、剥がそうとした時にビヨーンって伸びながらペロって剥がれてくれるっていう感じでした。爪の表面を持っていかれづらい感じは結構いいなと思ってて、さっきの00よりもその辺はいいなっていう感覚だったんですけど、結構ね爪に残るんですよ。残ったやつをこういう風にエタノールで拭き取ったら落ちるんですけど、この拭き取りの作業を長いことやらないと取れない感じがしていて、爪に残るなっていうのがちょっと気になったかなっていう感じでした。あと試したのはグレースジェルっていうブランドのもので、私はベースとトップ最初にグレースジェルのものを買ってずっと愛用してたんですけど、グレースジェルのね、ピールオフベースもあるんですよ。でそれを一番最初かな、00よりも先だったかもしれないんですけど、一緒に使ってたことがあって、もちろんね剥がれるんですけど、私の爪が弱すぎて一層目を絶対に持ってかれるっていう感じになってたので、ちょっとね今は使ってないっていう感じです。であとはそっか、ペロリンに関してはペロリンリムーバーっていうのが出て、ペロリン剥がしっていうものが出てて買ったんですけど、ちょっとねその買ったタイミングでペロリンを使わないことが続いてて、実はまだ試してないです結構いいよっていう話を聞くので、また機会があったら試したいなと思います。はい、ではこんな風に爪表面に残ったベースジェルをある程度落とすことができたので、こちらで一度手を石鹸で洗ってこようと思います。ちなみに手を水で洗うときはこういうネイル用のブラシを使うと、汚れとかこの爪と指の間の汚れとかも一緒に落とすことができるので、すごくおすすめです。これね結構柔らかいんですよ。なんかプールの掃除をするブラシみたいな見た目で痛そうだなと思ったんですけど、この爪と爪の間に入っても全然痛くないですし、すごく柔らかくて、でもコシがあるのでしっかり汚れをかき出してくれるっていう感じになってます。これはね私は100均で買いました。はい、ではこれからネイルつけていく作業に入っていこうと思うんですけど、まずキューティクルケアをやっていきます。ただしケアといっても私は週に1回ネイルを付け替えるっていうすごく頻繁にネイルをしている人間なので、しっかりと甘皮ケアを行うのはたまにしています。先週結構しっかり甘皮ケアやったので、今週はこのアルコールのウエットティッシュを使って簡単に済ませていこうと思います。1枚取ったら親指にこういう風に巻きつけて持っていただいて、親指でこういう風に優しくこすってあげてください。爪の真ん中ぐらいから根元にかけて表面をちょっと撫でるというか、ちょっと軽くかくみたいなイメージで表面の甘皮を取っていきます。今見ていただくとこの辺にちょっと白いのがついてると思うんですけど、これがルースキューティクルといって、この爪の表面に甘皮って薄い膜がペタって張り付いてるんですけど、それが今取れて根元に集まってきた状態なので、こういうものは
このままのウェットティッシュで横にスライドしてあげると、このウェットティッシュの表面がね結構ザラザラなので、そのおかげで簡単に表面から剥がれてくれるんですよね。はい、こちらで両方ともルースキューティクルを取り除くことができました。次はこういったささくれとか取り除ききれなかったルースキューティクルがちょっと残っているので、こちらをニッパーで取っていこうと思います。私は今回はこちらのニッパーを使います。これはね、確か3コインズで買った結構安いものになります。本当は、もうちょっとお高めのものも持っているんですが、そちらね、今度ネイル検定を受けることになりまして、そっちで使うように別にしてあるので、今回はこちらのスリコのキューティクルニッパーを使います。キューティクルニッパーって結構いろんなところで売ってると思うんですけど、やっぱね、全然ちゃんとしたものだと切れ味が違うんですよね。仕上がりをちゃんとしたいなとか、ちゃんとこだわりたいなという方は、ちょっと高くても国内のブランドのものを買うことをおすすめします。私もね、お高いの持ってると言ってもそこまで何万とかするものじゃないんですよ。6000円とか1万円以内で買えるものもあって、1000円以内で買えるものとは切れ味が全然違ったので、結構いきなりお金かけるのもなーって思われる方多いと思うんですけど、こういったものって初心者さんほどちゃんとしたメーカーのものを使った方が、特にケアの場合はいいんじゃないかなと思いますね。ささくれを取ることができたので、こちらでケアは完了です。消毒用エタノールで爪の表面を拭いて油分と水分を取り除いていきます。もちろんジェルクレンザーでも大丈夫です。それではいよいよジェルを塗っていこうと思います。まずはじめにこちらのシャイニージェルミオのピールベース剥がせるベースジェルというものを塗っていきます。こちらは、1200円前後ぐらいで購入することができる日本のジェルメーカーさんなんですけど、かなりね、このジェルお気に入りです。こんな風にブラシの先端が丸くなっていて、この爪の端っことかにフィットしてすごく塗りやすいですし、持ち手も長いのでかなり持ちやすくなってます。こんな風に硬化するとちょっとだけジェルが縮んで、この根元の付近が塗ったよりも少し内側にこう後退してしまうような感じがします。塗ったらすぐに硬化して硬化時間も長めに取るようにするといいと思います。では他の指にも塗っていきましょう。こちらでベースジェルを塗って1分半ほどしっかりと硬化した状態になります。このままだと爪の表面に未硬化ジェルというものが残っていて、オホーラを貼り付けた時にツルツル滑って固定しにくい原因になってしまうので、こちらを一旦拭き取っていきます。先ほどと同じようにキッチンペーパーかワイプを使って拭き取っていきます。拭き取る時に必ず注意していただきたいのが、たっぷりとジェルクレンザーもしくはエタノールをワイプに染み込ませて惜しげなく使うということです。そうしないと未硬化ジェルが取りきれなくなってしまうので、しっかりと使うようにしてください。ワイプも惜しまずに使う方がよくって、一回こういう風に爪を拭った後、この未硬化ジェルを拭き取った面で次の爪に行ってしまうと、せっかくこっちで拭き取った未硬化ジェルがこっちについてしまいますし、この周りの皮膚にね未硬化ジェルがついてアレルギーの原因になったりすることもありますので、当てる面をですね変えて次の指を拭き取るっていう感じにしてあげるといいと思います。では次はいよいよオホーラを貼っていこうと思います。このベースジェルを塗った爪にどの大きさのオホーラが合うか、こうやって下から当てて爪をこのようにこうですね動かしながら端から端まで覆えるかなっていうのを見ていきます。結構ねジャストサイズがあればそれでもちろんいいんですけど、なかなかねぴったりっていうのが見つからないこともあります。その場合はちょっと地爪より小さめのものを選んであげると外れにくくなりますし、見た目も自然に見えます。今回これにしてみようかな。
この透明フィルムを剥がしてオホーラの本体を取っていきます。ピンセットでもいいんですけど、私はもうあまり関係ないしめんどくさいので素手で取ることが多いです。そしたらオホーラを貼っていきます。根元にしっかりと合わせて、こんな風にピタッと密着をさせて、空気を抜きながら先端に向けて貼り付けていきます。貼り付けたらこんな感じです。ちょっとねこの辺が足りなかったんですけど、正面から見るとあんまり見えないし気にしないっていう感じでどんどんと進めていこうと思います。この状態のまま硬化せずに他の指も先に貼っていきます。根元から位置を合わせて貼り付けて、空気を抜く感じでしっかり密着させます。こちらで5本すべての指にオホーラを貼り付けることができました。ではこの余ったシールは一旦こちらの黒い箱の中にしまっておきます。次はこの爪先の余ったシールを切っていきます。オホーラの箱にはヤスリが入っていて、公式ではヤスリでこういう風に折り曲げたところを一方向に削って取り除いてくださいっていう風に書いてあるんですけど、私はそれだとねオホーラって伸縮性があるので、私の場合はそういう風にするとこう曲げて引っ張って削ったところがヤスリで取ってしまうと固まって縮んだ時に地爪より短くなってしまってちょっと見た目が悪くなるっていうことが起きたので、このような小さいハサミですとか、あとはねこのキューティクルニッパーの使い古しのものとかを1本オホーラを切るように用意して折り曲げずにギリギリのところをカットしていくっていう方法でやっていこうと思います。今回はねこちらの小さいネイル用のハサミを使います。綺麗に爪の形に沿って切る必要はなくって、こんな感じですね。裏から見るとこんな風に1ミリとか2ミリ余らすような感じで大体の形をカットしていきます。私は右利きなので結構この右手の作業やりづらいんですけど、このように全てカットすることができました。また先端が少し浮いてきていると思うのでしっかりここで密着させておきます。この時少しコツがあって、先端をですね少しだけ折り曲げてくるむような形、こういう風にしておいてあげるとこの後の作業でより楽になりますので、ちょっとだけ意識してあげてください。そしたら次はこちらのアイテムを使っていきます。これはねハンディライトなんですけど、このような透明のスタンプヘッドがついています。透明で柔らかい素材になってるんですけど、これをライトの先端にこのように取り付けて使うことができます。この透明のところが光を通してくれるので、このシリコンスタンプで押さえながら仮効果ができるようになってます。これはホーラさんが公式で出しているわけじゃなくって、私も海外の YouTuber さんが紹介しているやり方を見て真似するようになりました。このシリコンスタンプをまずこの根元のあたりに当てていただいて、スイッチを入れてこうちょっと軽くグリグリって押しながら根元のあたりを移動してサイド行って、で先端ですね、先端は斜めにこういう風に押してあげると、さっき言った先端をちょっとくるむようにっていう形のまま硬化することができるので、少しだけ意識してあげるといいと思います。全体にライトが当たるように優しく押さえながら仮硬化していきます。だいたい30秒ぐらいやれば十分かなと思います。こんな感じで5本とも繰り返していきます。ライトを当てる直前にこんな風に根元が浮いてないかなとか先端が浮いてきてないかなっていうのを確認してから、気になるところはしっかり押さえて硬化してください。親指は少し大きいのでかなりライトを移動させたんですけど、その他の指はこんな風にね
てたままライトの方を動かしてあげるといいと思います。この作業はあまりにも爪が薄かったりとか弱くなっていると結構ね高加熱を感じることがあると思います。もしね爪傷んでる方で熱とか痛とかなった場合は無理せずに一旦離して痛みが収まったらまた硬化するっていう風にやってあげるといいと思います。はい、こちらで仮硬化が完了しました。では、このオホーラがついた手を、普通のライトに入れて30秒から1分ぐらい硬化していきます。ライトで硬化することができました。では反対側の手もこの同じ作業をやっていこうと思います。これで両手ともオホーラを硬化するところまで終わりました。次はこのオホーラの余分に余った部分を削っていきます。もちろん付属のファイルでもいいと思うんですけど、私はこちらのエメリーボードを使って削っていきます。オホーラは意外と地爪よりもワンストロークでしっかり削れてくれるので、こんな感じで爪の形を整えるイメージで、先ほどオホーラの先端がこうくるむように硬化をしてくださいっていう風に説明したと思うんですけど、そのおかげで地爪の終わりの部分でオホーラがまっすぐスパッと終わるのではなくて、ちょっと丸まった状態になってるかなと思います。こうすることでかなり自然な見た目になります。両手とも形を整えることができました。少しバリが出てしまっているので、こちらをスポンジファイルで取っていこうと思います。はい、ファイリングが終わりました。少し粉が残っていたりするので、ダストブラシを持っている方はそちらで払っていただいて、こんな風にねエタノールでちょっと拭いてあげるとしっかりとダストが取り除けるのでいいと思います。はい、もちろんこのまま完成でもいいんですけど、より強度を出して見た目をツヤっとさせていくために私はトップコートを塗っていきます。私が使っているトップコートは、ココイストのウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルというものになります。このトップコートすごくおすすめで、液体がサラサラしてるので薄く仕上げることができますし、結構ね表面がすごく強度が高くなって、なかなかねオフの時にファイリングしてもなかなか取れないぐらい強いんですよ。なのでオホーラをよりつるんと綺麗に見せるために塗っていこうと思います。他の動画でこういうオホーラが足りなかった部分の地爪にもトップコートを塗ってあげて、上からこうつるんと段差がなくなるようにコーティングしてあげるといいですよっていうのをやってるんですけど、結構それって難しいなと思っていて、この段差を埋めようとした時に皮膚にトップコートが流れてしまったりとかで、爪を傾けて端っこの段差を埋めている間にこっち側にジェルが流れていってしまったりっていうことが私は結構あったので、無理にこの段差を埋めようとしなくていいかなと思います。私は基本オホーラの上だけに塗るようにしてますね。端っこはどうしてもオホーラが足りなかったところ見えてしまうんですけど、まあこれも仕方ないかなっていう感じであんまり気にしないようにしてます。むしろねそういうの気にしてるのって自分だけな気がするんですよね。もちろんネイルに詳しい人とかオホーラ使ったことあるよっていう人に指先をじっくり見られたらちょっと不自然だなとか、ジェルネイルシールだなっていう感じはわかると思うんですけど、結構ね先週とかもそれどこのサロンって聞いてくれたりとか、ジェルネイルなのって聞いてくれる友達がいたので、もちろんねお世辞かもしれないんですけど、そんなにね本人以外があんまり見えてないというか気にしてないのかなっていう気もしてます。ではこれで一旦硬化していきます。
では他の爪も塗っていきます。このジェルのすごいところはですね、結構サラサラしているのに粘度もそれなりにあってセルフレベリングがすごく早いところなんですよ。こんな風に横から見てフォルムが不自然なところがあったらちょっとジェルを足してあげたりとか拭ってあげるっていうのもやるとより綺麗な仕上がりになると思います。で、さっき説明を忘れてしまったんですけど、このエッジの部分ですね、ここにもしっかりとトップジェルを塗ってあげるとより持ちが良くなって爪先からオーラが剥がれてくるのを防ぐことができます。はい、これで全ての爪にトップコートを塗ることができました。どうですか？めちゃくちゃプルンプルンじゃないですか？今回紹介したこちらのオホーラ2つともすごく肌なじみが良くって爪を縦長に見せてくれる効果もありますし、指先がすごく綺麗に見えてテンション上がりますよね。結構春先にもおすすめのピンクのカラーなのでぜひ試してみてください。そしてオホーラと一緒に使うといいよという最強のアイテムなんですけれども、まずはこちらのピールオフベースですね。シャイニージェルミオのピールベースとこちらの透明のスタンパー付きのハンディライトで、最後にご紹介したココイストのウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルのこちらの3点です。こちらも結構コメント欄とかでご質問いただくことが増えてきたのでぜひ参考にしていただけると嬉しいです。今回使ったアイテムたちは概要欄に楽天ルームのリンクか Amazon のリンクを貼ってあると思いますのでそちらもチェックしてみてください。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。